どうもこんにちは、ギークンボックスのサガです。みんな、ジャズベースは好きかい？俺は好きだいなんつってね、やってますけども、ジャズベース好きなんですよ。みんな知ってると思いますけど。僕が特に好きなのが5弦のジャズベースなんですよね。でも、5弦のジャズベースってちょっと課題感もあるなと思っていて、例えば4弦ベースと音が全然違うよねとか、そもそもロービー全然なんないよねとか、ロービーなるけど E 弦全然なんねえなとかさ、抱え心地がなんかなとか思ったりするんですけれども、そうした問題点を解決したベースがございます。それが Genie Bases です。はい。今回の動画は Genie Bases の紹介です。めちゃくちゃこだわって作ったポイントたくさんあるので、そこら辺もね、チェックしてもらって、音もしっかり聞いていただきましょうということです。本編早速なんですけれども、Genie Bases と何なのかというところを話していこうと思います。これはジャズベースのいいところはもっと伸ばして、悪いところはキュッとちっちゃくして、その上で5弦のフォーマットに最適化させましょうということをテーマにしたモデルですね。MJ5 というモデルをね、フラッグシップモデルにしていて、これ今後ジャズベースにもっと寄せたスタイルとか、その中間のスタイルとか作っていきたいなというふうに思っています。早速、細かいところ見ていきましょう。まずポイントの一つ目。ジャズベースの抱え心地と同じものを再現した上で悪いところをなくすということですね。例えば、ウエストコンターの深さとか、ボディのラインのこのスマートさみたいなところは、すごくモダンにした部分なんですよね。ジャズベースって抱えるとね、ここら辺当たるんですよね、僕。ここもっと深い方がいいんじゃないとか思ったりするんですよ。なので、そこら辺は改善しました。ジャズベースの形そのままでもいいはいいんですけど、よりもっといい線があるかなと、5弦のスタイルにぴったりな線があるかなというふうに思いますから、そこはね、線引き直して一番かっこいい線にしました。ただ、ウエストの位置とか、ホーンの位置とか、抱え心地にとって一番大事なところ、弾き心地がジャズベースと同じっていうのは、かなり意識して作っているので、親しみのある感じかなというふうに思います。ポイントの2つ目、5弦への最適化っていうところですね。これね、今まで僕5弦のベースってジャズベースはもちろんそうなんですけど、本当にあらゆるものの調整とか改造とかやってきたんですよ。もうちょっと良くなったらいいのになって思ったりするんです。ジャズベース最高だけど、4弦としてはもう超最高なんですよ。5弦としてもっと改善できるところあるよねっていうふうに思ったりするんですよね。どうやってそのロービーをしっかり鳴らして、そして E 弦がオープンで、G 弦が豊かな音がして、どんな風にセッティングしたらなるのかなっていうのを今まで仕事ではずっとやってきたんですけど、それをね、設計段階からやってみたらね、そんな風に解決できるんだっていうところがたくさんあったんですよ。例えば、ナットでの折れ曲がり角度とか、ボディのね、ネックポケットの深さとか、ネック自体の厚さとか、そうしたものをしっかり考えて、設計すると無理がない。やっぱこれが大きいんですよね。破綻しないデザインにできたので、そこら辺はジャズベースじゃない形でジャズベースみたいなものを作ることの大きいメリットかなというふうに思いました。ポイント3つ目、ネックが硬くなりすぎないようにするというところですね。実はね、ネックのジョイント部分のところにだけカーボンでサポートのバーを入れています。これがなんでかっていうと、ボディとネックがジョイントされるところで強度が急に大きく変わるんですよ。その急に大きく変わったところを起点にしてネックが曲がるんですよね。これが起こるとね、原稿下げられなくなるんですよ。原稿下げようとしてもビビるようになっちゃうんです。これをなくすために、そのジョイントのところだけ補強して、急激に強度が変わらないようにしたんですよね。これやるともっと緩やかになるので、ネックの状態を上から下まで全体的によくできるんですよ。これやらないとね、原稿高くないと弾けない楽器になっちゃうんです。ジャズベースのクラシックなスタイルだと避けられない問題なんですよね。逆にネック全部硬くしたらいいじゃんって思うかもしれないんですけど、これ硬くしすぎるというのはダメなんですよ。いろいろ試したんですけど、やっぱね、硬すぎるネックってネックが振動しなくて、そこら辺が4弦のジャズベースみたいな音にならない要因の一つだったりはするんですよね。ネック自体が大きくなるじゃないですか、5弦って。それもね、やっぱり問題の一つなんですよね。なので、ネックのサイズとしては細め、薄めが基本です。Genie では。ポイントの4つ目、ジャズベースらしいミドルレンジというところをテーマにしています。ジャズベースって少しだけミドルレンジが凹んだ音が特徴的じゃないですか。この良さをアクティブサーキットでより強調しようっていうテーマを持って専用に開発したのが Genie のプリアンプです。2バンドのね、ブーストだけなんですけれども、パッシブトーンと併用することを前提にしています。大きく聞くトレブルとパッシブトーン組み合わせることで得られるね、ものがあって、それが何かっていうとパッシブベースらしさなんですよ。
パッシブベースって高音域はね、確かにちょっと丸いんだけど、そこのちょっと手前に強い押し出し感があって、やっぱそこの強さが特徴なんですよね。それを作るには、アクティブサーキットに入る前に、パッシブトーンでちょっと高音域を削ってやると。そうすると、パッシブベースらしさがより強調できるんですよね。でも、丸くすると音丸くなっちゃうじゃん。で、それを補正するために、ブーストするんですよ、EQ で。アクティブサーキットで補正すると。なので、パッシブトーンで丸くすることを前提にしてるから、トレブルは結構大きく効くようになっています。大きく効かしてパッシブトーンでちょっとこう上のところ調整していくとパッシブベースらしいかつトレブルがちゃんとバキッと出てると。そして無駄に効きすぎないベースですね。この2バンドのブーストの EQ がパッシブトーンと組み合わせられることでジャズベースらしいミドルレンジが作られると。でね、面白いのがトレブルとね、このベースグイって上げていくと上がっていくじゃないですか、上と下が。そしたらね、この真ん中一番谷になるところが 500Hz なんですよ。これはね、狙って設計したんですけど、500Hz。これは何かっていうと、バルトリーニの XTCT あるじゃないですか。あれのミドルの中心周波数帯も500ですね。やっぱりね、ローとハイをブーストしていくと、真ん中が絶対谷になるじゃないですか。この手法をやってるのって、例えば何ですか？サドースキー、アレバコッポロですよ。サドースキーとアレバコッポロ、一番最近のサーキット、どうなってますかと。トレブルとベースのブーストだけの EQ にプラスパッシブトーン。やっぱね、なるほどなっていう感じでした。実際にやってみて。そして5つ目のポイントが巻き数を増やしすぎないピックアップっていうことなんですよね。G2 で使っているピックアップは基本的にはデラノのカスタムのシングルコイルなんですけれども、巻き数を増やさないんですよ。よくあるピックアップのモディファイで、ピックアップの巻き数増やしました。もっとホットな音ですっていうのをやるんですけど、これね、ジャズベースの語源のスタイルでやると、あんまりいい結果にならないなと。今回のコンセプトにとってはならないなと思ったんですよ。これがなんでかっていうと、4弦のピックアップと5弦のピックアップってサイズ違うじゃないですか。同じだけ巻いてもワイヤー長くなるんですよ。そしたら抵抗値が増えてレンジ感がちょっと狭まっちゃうんです。だから端正な音がするっていう風なことも言えるんですけど、でも4弦ベースのいいところをなくさないって考えると、巻き数はむしろ減らすべきなんですよねって思ったんです。で、デラノにこれ減らすってアイデアどうって聞いたら、確かにね、それやるともっとトレブルになると思うよ、みたいな。お前の言ってることは正しいと思って言ってもらえたから、ああ、だよね、っつって。それで今んとこそういった形になっています。なので、G2 ってすごくトレブリーで、スプリットコイルのピックアップって割とトレブリーな仕上がりなんですよね。例えばさ、ディマジオのウルトラジャズとかさ、あと菊池ギターズのね、ああいうピックアップとか。スプリットコイルタイプのジャズベースのスタイルって5弦でも結構トレブリーだなと思うんですけど、やっぱシングルコイルらしさはちょっとなくなっちゃうんですよね。僕が1個こうやりたかったことが、シングルコイルらしさを失わないままトレブリーっていう、それが5弦のジャズベースでしょ、みたいなね。そして最後のポイントが無駄なパーツをつけないということです。例えばテンションバー。テンションバーってナットでの折れ曲がり角度をちゃんと確保することが目的なわけなんですけれども、設計の仕方でこの角度が十分につけられたらテンションバーいらないじゃないですか。テンションバーでね、余計に角度がついちゃってることも多いなと思うんですよ。ナットのところで角度がつきすぎると、やっぱり失われる倍音成分だったり、こう弾き心地だったりはすごく多いなっていうふうに思っていて、ここはね、最適なものをつけるために設計を変えました。あとは、ピックガードですよね。見た目的にね、あった方がかっこいいっていう人もいると思うんですけど、ピックガードなしでかっこいいレザーになるように設計しました。かつ、弾き心地あるじゃないですか。ピックガードの大事な役割って、弦とボディのね、クリアランスをちゃんと作ること、デザインすることだと思うんですけれども、ここはね、ピックガードなしだけど、ピックガードありと同じような弾き心地にしたんですよ。これね、マニアックな部分かもしれないんですけど、めっちゃ大事で。そのために、ネックのジョイントの仕方とか、ブリッジの取り付け位置とかもね、かなり工夫しています。はい。ということで、紹介してきた G2 Bases の MJ5。これのサウンド早速聞いてもらいたいなというふうに思います。そして僕さっき言いましたよね。ベースとトレブルブーストすると 500Hz がちょっとね、凹んでかっこいい音になるよと。そしてパッシブトーン絞っていると、パッシブベースポートにちゃんと演出できるよと言いましたよね。今回のサウンドのサンプルとしては、パッシブトーンを絞ってベースとトレブルをちょっとブーストした状態でチェックしていこうかなというふうに思います。早速聞いてみてください。ドン。
聞いていただきました。いかがでしたでしょうか？ちなみにですね、Genie Bases は2つのライン用意しています。1つはカスタムショップシリーズということで、様々な面がね、カスタム可能になっています。例えばさ、同じジャズベ好きでも、倍音たっぷりのジャズベ好きもいれば、タイトな音がするジャズベが好きな人もいるじゃないですか。なので、そこら辺はね、調整できるようになってるんですよ。ネックの太さとか、ヘッドの大きさとか、スケールとか、フレット数とか、ピックカードの有無とか、そうした面であなたの好きなジャズベースをデザインできるようにしてあります。これがね、販売価格が70万円税抜きに設定してあります。そしてもう一つ、エッセンシャルシリーズというものもあります。エッセンシャルシリーズ何かというと、我々 Genie Bases 側が考える最高のスペックですね。このスペックみんな好きでしょというところを作って、そこで固定することでコストを下げてます。これの価格が50万円税抜きという風な形になっております。はい。結構ここら辺は面白いかなというふうに思いますね。クオリティが違うわけじゃないです。カスタムショップの方が偉いとかいい音がするわけじゃないです。あなたの好みによりフィットさせられるのがカスタムショップなだけで、どっちも同じ音がします。同じ音がしますっていうか、同じような音がします。で、どっちもね、ヒップショットハードウェアだし、デラのピックアップだし、プリアンプも同じです。同じです。クオリティは同じです。ただカスタムできるだけ。これが正しいカスタムショップですよ。カスタムショップの方がいい音するってちょっと嫌じゃない僕はね、そう思うんですけどね。はい。ということで、紹介しました。GIB 横浜だったり、GIB 兵庫だったりでね、もちろん Genie Bases 弾けます。そして、GIB ソウルでも弾けるようになっておりますので、よろしければね、チェックしてみてください。ということで、本編終わり。最近、韓国に住んでるんですよ。これね、韓国の部屋です。窓大きくていいですよね。僕が住んでる街はね、トンデムン歴史文化公園っていうところなんですけれども、すごい近いんですよ。繁華街が。ちょっとね、やかましいんですけど、すごいね、いい場所で、で、何気にね、すぐそこにロシア人街みたいなのがあって、ロシア人用のレストランがね、めっちゃあるんですよ。で、その一個隣には韓国のレストランがあってね、モンゴルレストランもあるんです。東ヨーロッパ系の住民が多い地域なんですかね。だから、図らずも多国籍な場所に住んでるんですよね。これ結構面白くて。やっぱね、街で会う人たちもそういった人たちですし、外国に住み始めた人じゃないですか。ここら辺にいるのって。なんか面白いなと思うんですよ。ローカルの人もローカルの人でもちろん面白いんですけれども、これ例えるんだとしたら、横浜市と東京でちょっと違うんですよ。横浜市って昔からの横浜市民が多いんですけど、東京は外から出てきた人、東京にみんな集まってくるんですよね。だから外から来てる人が多くて、だからそれが東京の面白さだったりもするんですけど、で、横浜市はね、横浜市ローカルの面白さがあると。じゃあソウルどんな街なのかっていうと、やっぱりね、東京みたいに人口が集中してる街なので、外から入ってきた人が多いんですよ。しかも外国人が多い街ってことで、国外から来ちゃってる人が多いんですよね。ちょっとエキサイティングで、この街に来た人がいたら、僕にツイッターで DM してください。佐賀さん今日飲みませんかと。韓国で飲みましょうみたいな。飲みましょう。実際ね、何人かね、連絡くれて飲みました。初めて会った人に結構楽しかったです。ということでね、お待ちしておりますので、皆様ぜひぜひ来てみてください。GIB なんですけれども、YouTube、Twitter、Instagram、Facebook、TikTok など各種 SNS やっております。そして GIB 横浜、GIB 兵庫、そして GIB ソウルと3店舗のベースショップがあります。さらに、ギターアウトレット横浜というね、めちゃくちゃ安いものが並んでいるね、アウトレット専門店も横浜にあります。そして、ギターショップトニックという系列のギターショップもありますと。ここら辺ね、かなり楽しいと思うので、よろしければね、チェックしてみてください。ということで、最後までご視聴いただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。